塩パンめっちゃ美味しいよね変わったトッピングの組み合わせがすごい好きです。延べで言うたら100種類ぐらいはあると思います。うまい。本日の朝日通り商店街にお越しいただき誠にありがとうございます。サンドイッチ用のパンでフォカッチャを作ります。私のことはみんなマチャって言います。抹茶さん。はい、みんなそれ以外は誰もない。何も呼ばない。これからサンドイッチの具材を作っていきます。自分たちで魚を仕入れてきて処理してもう加熱しとくっていう感じですね。海のからむきだけは84の母が火曜日に来て剥いてくれます。処理からされるんですか。そうですね、うちだからパン屋やのに魚屋みたいやったり肉屋やったりこれは、ウーロン茶のウーロン茶。ウーロン茶のパンです。
ちの一番人気のサンドイッチです。エビマヨサンドになります。自家製のエビマヨ。そうです。はい。既製品は全部ないです。全部作ってます。ソース。ソースの数がもう冷蔵庫パンパンでいろんなソースが全部分けて入ってる。ショコララズベリー、お菓子パン。もう人気あるかな。豚しゃぶ肉、バルサミコ炒め。アサリとセミドライトマトのガーリックをこれに韓国海苔が入ります。おつまみおかず。うぐいす豆です。マスカルポーネと蜂蜜の生地に豆のパンですね。これは鶏天とオニオンのサンドで、オニオンが美味しいんですよ。ちょっとゆかりのしそが入ってて、味噌トマトソースっていうのに食べていただく。いつものお願いします。これが私の一日の栄養源です。水だけはもう常に飲んでます。
白。これは湯種って言ってすごくもちもちになる種なんです。湯種っていうのが小麦粉を高温で練っただけのものなんですけど、それが入ることによってすごくもちもち。焼いた当日は生で食べていただいて、次の日はもう分厚くトーストして食べていただいたら、昭和の一番のファンなので食パン大好き。めちゃめちゃ美味しいです。うちのパンが美味しくてって言ってくださってお手伝いに来てくださる、もうすごくいい方で本当にもうこの方たちがいないと。美味しくできましたお餅みたいな。よいしょ。マカダミアナスの生地にアーモンドダマンドっていうカリッとする
ーン茶のシュガーバターを買っちゃう。今週の一押し商品。バゲットです。食パンは北の香りっていう粉一択なんですけど、フカフカッチャとかは夢力とかいうものとか、ソティールっていうパスタの麺だとか、あと全粒粉とかをこう配合したりとか、で塩パンとかは2種類の粉をこの食感がいいなっていうので配合してます全部。はい。サンドイッチできました。これが全部サンドイッチのパンになって、今から鳥さんが切ってサンドイッチにしていきます。うちは必ず試食するんです。今日のあれがどうかなとかこうかなとか言いながら挟んだバランスとかもあるし、どうぞ試食してください。いいと思います。ありがとうございます。いかがですか。それで毎日味を確かめて。そうです。一人で食べててもね、分からへんから。ちょっと違うなーっていう日もあるんですか。ありますあります。すると、ね、出せないから。今日のは美味しかった。業者さんとかが来はった時に何か作ってたらもう食べてもらいます。いきなり来て食べて「何ですかこれ美味しい」って言われたら絶対美味しいんですよ。でもいきなり来た人が食べて「美味しいです」って言ったら多分美味しくないですよ。なんで誰にでも食べてもらいます。とにかく作ってる時は。知ってる人ばっかりに食べてもらってもみんな絶対美味しいって言うから。信用ならへん。失礼。
でなんか子供さんとかにはこのサイズがちょうどいいそうです。スーパーのパンと比べるのもあれですけど、スーパーのパンで売ってるものをうちに来てわざわざ500円出して買っていただくわけですから、とりあえずちっちゃいのを食べていただいて、気に入っていただけたら大きい方を買っていただける。うちのロゴを食パンに焼き印するので、店主抹茶の横の写真が私と弟の幼少期なんですけど、その写真を元にロゴを作ってもらったっていう、はい、これが私で、これが弟なんですよ。私は現場で、弟は後ろで店を全部支えてくれてるっていう、それを思いがあって、家族とか仲間がやっぱり何よりも大事っていう。サブロゴっていうのがいっぱいあるんですけど、こういうですけど、はい、このロゴは私と私の娘、私の息子をこういう写真から考えてくれて。今も間違う。なので、これはバルサミコ酢とマヨネーズを混ぜたソースです。ちょっと酸っぱいというか。そうですね。酸味が、はい、さっぱりと。贅沢かもしれないっていうサンドイッチをランチで食べてもらいたいっていう大変なお母さんや、ね、小さいお子さんがいてもなかなか簡単なものしかね食べれないので、些細なことですけど、わあこんなん食べれたって思ってもらえるようなものがお出しできたらなっていうふうにはちょっと思ってて、自分にご褒美じゃないですけどね、世のお母様方に一人の時間、ほっとしていただける時間がご提供できたらなっていう。
ちょっと手が空いた時に計量しといてっていう感じになります。ブレンドして何種類なんですか4種類？4種類ブレンド。 4種類ブレンドのパンがフォカッチャがそうです。1種類なんは食パンだけです。あとはもう2種類以上は混ぜてますね。1個食べたらうわもう1個なんか食べたいなって思うものを作りたいっていうのがずっとあって、シンプルないかに美味しくするかっていうのをずっと考えてて、でこの形になったんですけど、日本のものと洋のものを合わせたいっていうのもずっとあって、でうちのサンドイッチ卵サンドには福神漬けが入ってるんですけど、なんかお漬物とか福神漬けってやっぱり日本の、まあ、文化といいますか、すごく美味しく食べれるサンドだなって自分で思ってるので。ぜひうちの卵サンドを食べてうまって笑っていただける、ぜひプラスワンで一度卵サンド食べていただけたらなっていう思いがすごく強いアルグレン松さんすいません。はい、サンドイッチははい全部で何種類ぐらい？ 15種類から20種類ぐらい、延べで言うたら100種類ぐらいはあると思います。ご飯食べてたりとか外食した時に、まあ、このお魚美味しいって思ったら、あ、これなんかにできんのんちゃうってもすぐ思ってしまうんですよ。お家ではなかなかできないようなフレンチ、イタリアにちょっと寄ったサンドイッチにしようっていうふうにいつも思ってますかね。はい。5分くらい。うん。香りますか？香る。お茶いいよな日本人やしっていう発想からウーロン茶で練ってみよう、そんな感じです。あんまり大したことないんですけど私ご飯に合うものは何でも合うと思ってる、パンにも絶対合うと思ってるので、なんか自分が家でご飯してて、うわこれうまいやん、これパンにしようとか、そんな発想です。うん、いいと思う。すいません。香りますか？香ります。ご飯代わりにして食べてもらうパンを平日はちょっと増やしていこうかなっていう。これが玄米茶
のバケット、お茶漬けバケットっていうんですか、バケット。こっちがアールグレイのバケット。朝日通り商店街へお越しいただき誠にありがとうございます。うちのメイン食パン、一度食パンを買っていただきたい。うん、いい香りだ。焼き上がった常々ちょっとお客さんにお知らせするっていうか。まっすぐ。すいません、いつもありがとうございます。ちっちゃい食パンもです。はい。それと練乳バゲット、ちっちゃい方も美味しいです。はい。スコーンとこれは多分フレンチトーストだと思います。新作のパンとか多いんですか？あ、はい、よく見ます。なんで楽しいです。商品っていうのってなんかそういうストーリーがあってこそ来ていただけるんじゃないかなっていうのがあって、アッシャガノっていうまず名前なんですけど、マサイ族がなぜかすごく子供の頃から好きで、なんかこう伝統もあればパソコンとかを使いこなすすごくいい民族だなと思ってて、スワヒリ語でアッシャオレっていうのがありがとうとか感謝っていう意味で。で後ろのガの N から後ろは小麦っていう意味なんですけど、支えてくださった方のおかげでやっぱり今お仕事させていただいてる、パンを作らせていただいてるっていうのがあるので、その中でも家族っていうのってやっぱり一番身近な個体といいますか、ありがとうという意味の間に
A の後の SS が息子娘私の弟の干支の頭文字を入れて割と家族にありがとうという意味で、小麦っていうのはまあ小麦粉があったからまあ生きてこれたと、仕事があったということで、小麦粉にも感謝という意味で、全てここができたのは感謝しかないっていう意味でアシェガノっていう名前になってます。オリジナルの言葉。そうですそうです、造語です。はい。なので、はい。でまあ自分の歴史じゃないけどこういう家族でここでやらせてもらってますっていうのをまあ写真でも見ていただけるように、まあ、ここにアッシェのストーリーっていうのを貼らせていただいたって感じです。はい。すいません。おっしゃってた相棒の方です。はい、神です。私がパン担当、まみちゃんがまあ料理食材担当っていうような形で、まあ2人でメニュー開発みたいな感じでやってます。はい。今日も今からスープを仕込んでいってくれます。ランチの。はい。人参のポタージュスープになります。金時人参、今の旬なので使っていきます。全国900店舗を突破。大吉スこれ美味しいんですよ、とっても。食パンがおすすめです。柔らかいですよね。そうですね、結構これはムチムチ。だからそのままちぎって食べれるんじゃないですかね。すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。ハ
自転車先ほど来られてた業者さんでいらっしはいゃいますか。そうです結構来るたびにランチは違うので楽しみにしてる感じですね、全部美味しいしね。一番好きなのはこれですねチーズと牛皮もちもちの食感とソーセージのこれパリッとしたやつと相性がめちゃくちゃいい妻がミルクフランスめちゃくちゃ好きで結構売り切れてること多くてあると必ず買っていくっていう結構売り切れてるもうあとちょっと出てるし。お願いします。うまくない。なんか普通のレストランでもない組み合わせというかパンも当然美味しいしメインのお皿も美味しいっていうどっちもうまいんですよ相乗効果というかパンにも合うし、それだけでもうまいこれシュークリーム割と最近なんですけどめっちゃうまいですおすすめですいやもう意外と付き合い長くて別のパン屋さんにいらっしゃっててもうその時からかれこれ5年ぐらいでオープンの時も当然よく知ってた方なのでラザニア初めてでしたけど、めちゃくちゃうまいラザニアで使ってもらってる粉もうちから買っていただいてるやつなんで最高でしたなんかいつ来ても結構新しいメニューがあって飽きのこないというか定番のものもあれば来たら新しいものが出てるっていう面白さみたいなのがありますね引き続き美味しいパンを作ってもらえると僕も嬉しいです、はい、ありがとうございますとんかつの衣付けやります。
ってるより思う。塩パンめっちゃ美味しいよね。お食事系と甘いのとこれがめっちゃ美味しい。前も食べて美味しかったから。変わったトッピングの組み合わせがすごい好きです。ありがとうございます。子供が中学生かな行く時に、サラリーマンだったんですけど、ちょっと夜遅かったので、夜遅い仕事はあかんよっていうふうに母から言われて、朝行って夕方帰れる仕事やったら、子供もうちょっと見てくれる、いろんな知り合いからパンやったら夕方帰れるんじゃないっていうことで、ちょうど神戸屋さんが募集されたのがあったので、お給料もらいながらしっかりパンを覚えられるんやったらいいかなと思って始めた。ほんなら面白くてハマってしまったっていうものを作るのが向いてんのかなって思ったんですね。その年から作ってなんか美味しいよとか喜んでいただけるお客様を身近に直に評価をいただけるっていう点ではすごく刺激的な仕事なのかなっていうふうに思います。子供もなんか特化したといいますか、上の子は音楽やったりとか、下の子も芸大で舞台をやってたので、自分の趣味をなんか突き詰めてやってる姿を見ると、なんか逆に私も羨ましくなったりとか、親子というよりもなんかチームでやってきたので、取り残されたらあかんっていう、こういう気持ち、私が何もなかったら絶対空虚な人生になるなと思って、私もそういう趣味でのめり込めるものがないとダメなんやなっていうふうに、子供から教えてもらったといいますか、これが私の生きがいといいますか、なんか楽しみでもあり苦しみでもあり人生そのものかなと思ってます。お願いします。食パンも一つお願いします。ありがとうございます。
パン屋なんですけれども、たかがパン屋されどパン屋と思ってますので、やっぱりパン屋だけれどもこんなに美味しいお料理もできるんだよっていうことで、パンとお料理の融合したお店になればなっていうふうに思ってます。大きくなっていってもっと今よりもたくさんのお客様に来ていただけたら十分でございます。